3月下旬、台湾はもう夏の入り口。地元と台湾の温度差で台湾に来た嬉しさを実感する。明日は早朝から高雄へ向かうので、今夜は台湾のコンビニご飯です。ただいま。平日の台北の朝は通勤や学生の方で少しだけ賑やかです。谢谢。何度手にしてもこの台湾新幹線の切符を受け取るとワクワクが止まらない。新幹線移動はとても好きな時間。造院までは1時間39分。旅のお供は本類前のサンドイッチ。流れる台湾の景色を眺めながらいただきます。普段観光はしませんが、今日はこれから自分的高尾のメインイベントの一つ。我想去这个。哇 ，OK，我看到了。かっこいい神様に会いに行く。谢谢。バイバイ。高尾の地上に出ると、一気に夏の空気に包まれる。野生の台湾リスです。思いがけずずっと見てみたかったリスとの遭遇にとても感動しました。蓮池潭に一人鎮座する玄天上帝。昔は人間だったとされる闇すら従わせる力を持つ最強の守護神。この広い湖を一番奥から一人で見渡している姿がとてもかっこいい。4 days. For Okay. this. For us, it's. Hola. 台湾の神様は全部強そうで、いつも勝手にご利益を感じる。黄色い筒に入ったおみくじにはなかなかいい言葉が書いてありました。神様の足元はこんな世界。奥にもまた神様が。この封筒が欲しくて係の方に声をかけるも中国語を間違えてしまいました。不好意思啊，我想这个。我想这个。这个要放5块钱。どうやら1元をこの袋に入れていただけるようです。
そうです。神様のお金ですよ。あはい。谢谢。客气。孤高の神様からご利益を受け取りました。やったー。階段を降りた先のカラオケステージで歌声に拍手をしたら、不思議そうに少し驚かれました。高尾の時間は一段とゆっくり流れている気がします。秦の時代に作られた蓮池潭、湖の周りに神々が集められた場所。竜の口から中へ入る、まるでストレスに削られた私の心のような彫刻が、運を取り込み、厄を手放す、カラフルな観光地じゃない。この湖は自分を整え、守る、静かな結界。お土産屋さんも飾らないローカルな空気。不好意思，这个多少钱？100。哦。啊，不好意思，这个，芒果パッションフルーツ。啊，パッションフルーツ。とにかく暑い。南国らしく谢谢。パッションフルーツのスムージーを。这个多少钱50，这？50。个100，这个金不一样。哦，我有这个。啊，你要这个好，要几个？一个、两个，一个。一个，一个 OK 啊，一个，谢谢你。谢谢你。このお守りのような飾りがとても気に入りました。調べたら厄除けのようです。このまま台南にも行くことに。312。あ、台南？あ、谢谢。新蔵院から台湾鉄道や自強号などで台南へ行くことができます。台南に着きました。1年ぶりの台南です。台南に来た目的は3つ。1つ目の目的地へ。夏に履くチャイナシューズを探しに来ました。台北にもあるけれど、このお店にしかないデザインがたくさんある。这个多少钱200。 ？200。ああ、这个300。300。谢谢你。買おうとした一足の飾りが取れかけていて、お母さんが縫ってくださいました。谢谢。谢谢。给你拿1000块。1000块。一双500就好。あ、2个1000块。对对对。 2個で1000元、日本円5000円。谢谢你。今回は一つだけ。あまり時間がないので、急いで次の場所へ。
鉾の美味しさが日本に帰っても頭から離れませんでした。ジューシーな豚肉と甘みのあるネギのあん。ツォンローピンを求めて地元の方も続々と訪れていた。そのままでも美味しいけど、甘みのあるソースと胡椒で味変も。早くも灼熱の台南。地元との温度差は10度以上。体感温度30度でもやっぱりここのスープを食べに来てしまった。生姜とパクチー抜きでお願いしたけど、生姜が伝わりませんでした。胡椒と追い黒酢で地元の方の味に寄せる。滞在時間2時間で台南駅から新蔵院へ戻る。请选择寄物箱，按下放荷物を取り出して熱中症予防にこちらを。慰霊塔に向かいます。乗車ホームが分からず困っていると、電車を一本見送ってまで案内してくださる方が。 Two days or 3 days in Taiwan. 4天2夜。我每年去台湾4-4-5-4。我喜欢台湾。Oh, thank you. You can see the elevator. Oh, yes. Yeah. 谢 Okay. 谢，真的谢谢。 You're welcome. 真的 You're 谢谢 welcome. Okay. 拜拜，ありがとう。よかった。おじさんにいいことがあるといいな。高尾での滞在場所はローカルな飲食店や懐かしい雰囲気が漂うイェンチェンプーにしました。駅から徒歩5分の無人ホテル。清潔感とホスピタリティに定評のあるこちらで2泊お世話になります。展望は下に扉が落ちてるんだけど。少し休んで晩ご飯へ。高尾にはシーフードを使った麺屋さんが点在している。ホテルの隣に美味しそうなお店がありました。高尾の夜、海を食べる。豪快に海の幸を乗せたさすが港町高尾の鍋焼き麺。スパイスと魚醤を加えてエキゾチックな味わいに。キクラゲ、半熟卵、半生くらい柔らかいあさりに皮付きのプリプリエビ。余すことなく台湾の海の恵みをいただいたら夜のイェンチェンプーを散歩します。ここはカラスミロード。高尾のカラスミは冬の北風と海の潮気でゆっくり乾かされる。この街の時間と旨味を閉じ込めたカラスミを一つ持ち帰りたい。你好，小的，
我要会日本日本に持ち帰れるか不安でしたが、可以的。常温でも数日は大丈夫と優しいお母さんが教えてくれました。这个，小さいもので260元、日本円1300円です。啊，高雄、台北、哦，高雄、会台北、日本。嗯，谢谢，谢谢，谢谢，ありがとう。バイバ拜イ。明かりが落ちた夜のイエンチェンプー。喧騒の隙間でひっそりと営業するお店。金柑レモン豆腐。小的。小的，51片。台湾の南部で食べられるこのトーファをとても楽しみにしていた。濃いレモンシロップに沈む柔らかなトーファ。もったりとほどけていく。驚くほど美味しい。金柑とレモンの甘さが夜の温度と一緒に体に静けさをもたらす。思っていたより金柑はずっと酸っぱい。谢谢，很好吃。对，Thank you，谢谢，拜拜。拜拜。もうすぐ店じまいする商店街にもゆっくりと夜が降りてくる。台湾2日目、高雄の月を見て早めに休むことに。早起きして早朝の高尾を歩く。隣の鴨肉屋さんでは朝の仕込みが始まっていた。包丁の音と立ち上る湯気。静かに高尾の一日が始まる。地元の若者が集まる朝ごはん屋さん。ここのダンピンはもちもちらしい。チーズダンピンと冷たい豆醤をいただきます。想像よりもずっと大きい。甘辛い醤油ベースのタレでいただきます。思わず取るのも忘れるほどのカリカリともちもちの食感。最後はニンニク醤油で味を変えて。開店前の市場にふと迷い込む。レトロで不思議な空間はまだ眠っていました。
今日はこれから高尾で行きたい2つ目の場所へ。路面電車の駅を通り過ぎて、美術館の前からバスで向かう。日本から飛行機で3時間半。自分の日常と台湾の誰かの日常。見える景色も流れる温度も違う。その日常の中にそっと紛れ込んでみる。グオマオシェチュイ。かつて海を渡ってきた人たちが暮らしを築いた場所。今も多くの人がここで日常を重ねている。写真を撮っていると、親切なおじさまが声をかけてくださる。この町にはどうやら映えの伝道師がいるらしい。バイバイ。空を囲むように連なる窓。洗濯物の揺れ。遠くの話し声。誰かのいつもの一日が確かに流れている暮らしの真ん中。団地の1階に広がる市場は地元の人たちの活気で満ちている。それぞれの暮らしと自分の日常。この空気を少しだけ持ち帰って駅へ向かう。29度。昼ご飯を食べに高尾駅へ。炎天下の高尾を歩いてどうしても食べに行きたいあのお店へ。地元の人が通うチャーハンの店。日本語メニューもくださいます。这个卡拉斯米加哈，这个他们是不是有？小的清汤一点。哦，OK OK，干しエビや細かい角切りのキャベツなどを強火で一気に仕上げ、そこに角切りのカラスミ。高尾でどうしても食べたい一品でした。これでご飯少なめ。パラパラのご飯にゴロゴロと贅沢なカラスミ。角切りキャベツの食感とカラスミの塩味と旨味が絶妙なバランス。アサリのスープもまるでお刺身のようにとろける食感。砂なんて1ミクロンも入っていなくて感動の美味しさ。食べ終わる頃、トカゲちゃんに遭遇。ずうずうしくも抱っこさせていただきました。首飾りをつけたトカゲちゃん、とてもかわいい。バイバイ。ご親切にありがとうございます。你好。北のディーフォアジへ、南のジョンジへ。100年以上の歴史を持つサンフォンジョンジュへ。
かつて一度は衰退しながらも再び息を吹き返した地元の人たちの台所。漢方や乾物、海の恵みが並び、この町の食を静かに支えている場所です。ただいま。ホテルの近くに何やら素敵な古着屋さんがあるみたいです。かわいい古着たちは日本で働いていたことのあるオーナーさんがセレクトしています。大きめのチャイナドレスを試着、写真を撮ってくださいました。大丈夫です。大丈夫ですか。はいかわいい。お店に来ていたお客さんたちともお話ししました。来高雄第一次，第一次来高雄。我就跟他说很高，就他妈的呢，就他妈的。268里。大忙しのオーナーさん。こちらのピアスとチャイナドレスをいただくことに。谢谢。明天去台北，去回日本。哦，谢谢。这样呢，再见。再见。バイバイ。ありがとう。バイバイ。谢谢。素敵な古着に囲まれて高尾の皆さんと楽しい時間を過ごしました。海岸に行こうと思っていたけど、もうすっかり夕方。気になるかき氷屋さんに来ました。我有这个。OK。ここは滞在中、いつ通っても地元の方で賑わっていた。粗めの氷に素朴な黒糖のシロップ。氷の中には小豆やタロイモ、緑豆など優しい甘さ。こういう地元の方に昔から愛されているものが食べたかった。谢谢。夜は夜市に行く。美しいメイリーダオに立ち寄り、6号夜市へ向かいました。日が落ちてもまだ蒸し暑い。食べたい気持ちとは裏腹に夏バテ気味でした。我要一杯甜度冰块。甜。甜。谢谢。とりあえずオレンジの緑茶を。年季の入ったシュイジャオの看板。こちらをいただくことに。你好，一个人内用10个。10个。10个。可以啊。加上70。啊，你点吗？谢谢。この暑さの中、熱湯で茹でられるシュイジャオ。向かいの席の日本人らしき方にお話しかけてみることに。
買いますか？日本人ですか？日本人です。YouTube やってるんですか？あ、そうです。なんとはい。動画を見てくださったことのある視聴者さんで一緒に水餃子を食べ夜市を回りました。狭いカフェあるじゃないですか。入り口が。高立桶店あるじゃないですか。絶対行くよね。そう。買うものないのに行くの。買うものないのに覗きますよね。絶対あの人たちは絶対行くもんあそこ。マイボトルと iPad となんかその日のご飯みたいな。そうめんありますよ。あれじゃん、それなんですよ。どうしよう付きですね。どうしよう好きとか。私もそうやってやってる。タンツ麺だったし、タンコ麺だもん。高尾ってなんか割高くないですか？ビルが多い。高尾だけに。なるほど。エリンギ。台湾あるあるや美味しいお店の話など同じように台湾が好きな方と台湾で会えた夜、自分の動画がちゃんと誰かに届いていること、それが思っていた以上に嬉しかったです。台北は涼しいかな。ありがとうございました。今日は早朝から台北に向かう。高尾で朝食を食べたかったものの、うっかり早すぎる新幹線を取ってしまった。コンビニのシャンツォンローバオでも朝食には十分おいしい。高尾での滞在では海岸に行ったり路面電車に乗ったり、アヒル肉もまだ食べていない。心残りがあるくらいがちょうどいいのかもしれない。地上に出ると予想以上に肌寒い台北。ホテルで荷物を預かっていただき、前回買わなかったエビ皿を探しにディファージへ。台湾の景色はなんだかんだバスの窓から見る景色が一番好きだけど、乗るときも降りるときもだいたいスピード勝負。マーズーの通りを抜けてこちらのお店へ。早速エビ皿ゾーンへ。今回は大きなサイズの在庫が豊富なようです。鯉のお皿も何枚かありました。レトロな茶器やレンゲも相変わらず豊富でした。時間を重ねた台湾のレトロたちを前に、ついつい長居してしまう。このカップと透き通るレンゲ、お茶碗をいただきます。不好意思，这是台湾的，台湾的，这个多少钱？这个100块， 100，这台湾的，对这个多少钱？80块， 80啊。
海老的盘子烧的卖完了。啊，对。啊，卖完了。嗯嗯，3个。哎。嗯，哦，OK。我想买。啊，想买。嗯 OK，嗯。好，谢谢。谢谢。谢谢。再再见。见，拜拜。拜拜。これって鈴木保奈美かな。今回もとてもいい買い物ができたところで、スープでも飲みに行こう。内用。谢谢。あ、谢谢。透き通るスープに浮かぶセロリがアクセント。ふわふわのつみれの中心にはしっかりと味のついたあんが入っている。あまり食欲がなくてもこのスープは本当においしい。旅で疲れた体にふわっと栄養をくれるんだからすごい。谢谢。めちゃくちゃショックなことが起きまして、さっき買ったレンゲとお茶碗を落としてお店の中でちょっと割ってしまいまして、もうめっちゃショック。ちょっと一旦公園に入って落ち着こう。もう最悪なんだけど、レンゲも割ってしまいました。このね、マグカップだけは無事でした。ダメだ、ちょっとショックすぎて、もう何をしてるんでしょう、私は。一旦気持ちを切り替えて、もう一軒、エビ皿を見に行きたいカフェに向かいました。細い階段を上がった先には、まるで宝箱のようなお店。ここは日本人オーナーが営むアサヒコーヒーさん。様々な表情のエビ皿や古いマジョリカタイルが台湾中から集まってきたかのように並ぶカフェです。探していた小さなエビ皿がありました。こちらを、はい。オーナーさんおすすめの鉄観音のプリンとアリさんのコーヒーを。使われているタイルや食器からも、この宝箱の空間にどっぷりと浸ることができる。鉄観音のプリンは風味豊かで、特にカラメルが美味しい。ありがとうございました。エビ皿にまつわるお話などもご親切にありがとうございます。やっぱりちょっともう一回同じのがあったので買いに行きたいと思います。你好。オーナーさんに割ってしまったことをお伝えしました。残念残念。真的吗？真的。残念。
inside, not カバンの中に入れてねと、 inside とても優しいオーナーさん。あ、OK。先生に、神田先生。バイバイ。80元もおまけしてくれました。なんて優しいんだろう。もう本当にありがとうございます。そろそろ今日泊まるホテルに向かいたいと思います。先生に少し休んで中山へ。台北駅前のごちゃごちゃ感が相変わらず良い。この春移動が決まってしまった仲のいい職場の子へのプレゼントを買いに来た。夜の台北は随分と涼しい。晩ご飯はホテルでいただいた食事クーポンが使えるこちらのお店に。常々食べてみたかったこちらのルーローファン。QR で注文が可能でした。ルーロー増量半熟卵のせルーローファン。脂身多めのルーローに卵の黄身がマイルドな味わい。ほんのりと香る八角や台湾風味のスパイスも嬉しい。台湾最後の夜、おいしいルーローファンありがとうございます。ただいま。明日は帰国です。窓の外の台北の生活音とともに起床。動画を取り込んだら朝食を食べにダートンへ。小籠包をふかす湯気。飛び交う注文の声。お気に入りの鮮豆醤のお店へ。こちらでもホテルの食事券が使えてありがたい。にゃー。ねよ。で、ニラのおやきも一緒にいただきます。熱々でほんのり酸味のあるフルフルの鮮豆醤。台湾に来ると必ず食べたくなる大好きな朝ごはんです。香ばしく焼かれたニラのおやきは嬉しい春雨入り。見た目はまるでお好み焼き。でも味はちゃんと台湾の朝でした。隣のおばあちゃんは鮮豆醤と小籠包を。それぞれの朝が流れる店内で最後の台湾の朝食を味わいました。
空港へ向かう道。前を歩いていた方も同じようなお守りをつけていた。台湾のどこかで買ったのだろうか。そう思うだけで温かい気持ちになる。